いつものスタジオを飛び出してこちらのサマーパーティーの会場からお届けしてまいります。一般の方からそうですね、今回もですねこちらご相談、こちら私たち答えさせていただきたいと思うんですけれども、お呼びしましょうかね。はい、最初の方お願いします。どうぞ。Judge me Judge me こんばんは。大丈夫なのね。大丈夫です。とてもナイスニッポン。いやナイスネポいやナイスリポン。地物ですか。地物です。地物。地物。地物。偽物です。偽物。じゃあもうよかった。じゃあもうね。日報ですか。日報。日報本物です。なんだ。いいサイズ感ね。ね。だからちょっと涙の2つ上ぐらいになってるから。そうなんですよ。柄かなと思って。なるほどね。強め。素敵。自己紹はい、介。もしよろしかったらあなたのこと教えて。セイラです。おいくつでいらっしゃって。26歳です。26歳。何やってらっしゃるの？ DJ をしてます。DJ。素敵。でもなんかもう悩みなんかもうだってこんなにスタイルもいいし、おっぱいも大きいし、何の悩みがあるっていうのはあなたに。私彼氏ができないんですよ。ずっとできないです。4年くらいいないです。ずっと。4年。結構だね。はい。いなくて、しかもなんかもうモテる人が大体なんかそういうダンサーとかラッパーとか DJ とかなんかこう悪っぽい人からしかモテなくて、そういうとこしか行かないからじゃなくって、あなたが身を置いてる。例えばなんかそういう人にでも本気でなんか彼女になってほしいって言われるならいいんですけど、なんか本気にならないんです全員。いややっぱ全部遊びみたいな。乳首立ててたらそれはそうね、それはそうよ。本当にインターネットであなた両乳首をものすごい出してるわけだからね。なかなかね、やっぱこういう女性をこう攻略できる殿方が日本にはまだね。そんなにいないんじゃないかな。ちょっとごめん、栗のせいにしちゃった。ごめんなさい、日本国民の皆さん。乳首を隠すところから始めた方がいいですか。そうね。ただまあ、特に日本の男はさ、なんかごめんなさい、ずっと見ちゃう。あなたの目よりもずっと見ちゃう。真面目なお付き合いとか、そういうなんかこう先を見据えた出会いが欲しいんだったら、まずやっぱ第一歩は。一旦乳首を隠す。一旦ね。でもやっぱこれはポリシーがあるの？いや、ブラを持ってないんですよ。普段からじゃあもうした方がいいよ。形が崩れちゃう。崩れてきちゃうからせっかくね立派なね。そうですね。そしたらおのずと多分出会いの質も変わってくるような気がする。そうですね。勉強になります。でもまあいやかっこいいけどね。私たちは好きよ。本当に。お構い受けはいいと思う。乳首してられるってなんだけど。ナイスニップル。そう。ナイスニップルって略しても NN だから。そうだよ。かっこいいです。ただやっぱ男たちは NN だから。ただ男たちはやっぱこういうね目の前にしちゃうとやっぱちょっと興奮させちゃうからやっぱ殿方を。そうすると殿方がなんかね恋愛モードより色モードになっちゃう。恋愛モードと色モードは別なんですね。なんかねちょっと違うかもしれない。男性のそういうこう性的な部分を刺激しちゃうとやりたいが先に来ちゃって、そのあなたのパーソナリティを見るってところじゃないところから始まっちゃうから、まあねお友達から始めましょうみたいなことができればいいですね。そうですね。それを目標に今年頑張ります。今年の目標はこう下半身じゃなくてこのハートを熱くさせること。素敵。すごい。ということで解決策何でしょうか。なりました。もうすごい染みてます。じゃあね次は乳首を隠したあなたとお会いできること。はい。ありがとうございます。楽しみにしてます。ありがとうございます。次やったら全裸とかになってたらどうするの？逆に。そしたらあっぱれよ。エモいですね。エモい。すごいエモい。ありがとうございます。ありがとうございました。みゆです。みゆさん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。おいくつ？26になりました。26になった。なるほどなるほどなるほど。じゃあ私たちにどんなお話があるの？すごく理想が高くて永遠に彼氏ができないっていう。永遠に？どのぐらい？最後はおそらく前世。今までオフィシャルじゃないのは一人いたんですけど、それが数えることをこれで2011年なので8年前。結構これ闇が深いね。18歳の時かな。こじらせてしまいまして。
どんなちなみにどんな殿方がいいの？まず顔がヤマピーみたいなかっこよさで同年代で旅行が大好きなので一緒に旅行してくれる人。でも私フリーランスなので超土平日とかスーパーオフシーズンでも一緒にちょっとあさってさトルクメニスタン行かないとかで来てくれる人がいいです。あとできれば英語が喋れる人。見つかるといいね。昔さ、それこそソフトバンクの孫社長とかがさ、こう将来の展望を語ってた時、周りにいる人はこういう気持ちで聞いてたのかなとも思うのよ。何をおっしゃってるの？あなたって。でもやっぱり夢を叶える人はあそこまでなるわけじゃない。そうね。叶うってことですか、つまり。そういうこと。ありがとうございます。七夕はもう終わっちゃったね。そうね。神頼みもできないね。ちょっと理想を下げて。でもそんな選択肢は過去にいくらでもあったわけじゃん。でも下げずにここまで来たってことはもうその理想は変えられないってことでしょ？まあでもすごく妥協するとすれば、顔がヤマピーだったらもう顔が絶景なので、いちいち飛行機に乗って絶景を見に行かなくてもここで絶景が見られる。絶景はね劣化するよ。そうよ。しかも同年代がお好きってことは、今後40代のヤマピー、50代のヤマピーになってくるわけよ。でも20代も30代も好きなので、ヤマピーは、多分大丈夫だと思います。まだね。その整形費用を貯めて、あなたがね。そうですね。作るってのもありだよね。ヤマピーを作るってのもあり。自分が鏡見るのかと思います。まあほらお綺麗じゃないですか。だから寄ってくる方もいらっしゃると思うんですよ。で英語が喋れて旅行についていってくれる人。でもヤマピーを作るのは結構大変だから整形費用貯めてヤマピー作っちゃえばいいんだよ。まずあんたヤマピーになりたくないって聞いて、海外の方だったら Do you want to be ヤマピーって言って、そして中にはね100人のうちの1人ぐらいは We っていう人がいるかもしれないの。フランス人。フランス人からヤマピーにするのも大変よ。削んなきゃいろいろ。顔がヤマピーだったら何でも許せるんだったらそれがね。確かに。面白いと思う。そんな人生も。後天的でも作ろうと思えばできると思うのよ。そういう自分が追い求めてる美っていうのはね。逃げられた時が大変だよね。本当よね。どんだけどうしてたと思ってんだって。そしてあんたがもしそれを実行したとしても私たちは1ミリも責任持たないからね。すいません。本当にごめんなさい。いやでもそれはちょっと候補として考えて。そうよね。でも本当それ以外あるかしら。ちょっとこれまで一応ヤマピー小学校5年生の時にめっちゃかっこいいと思って今26じゃないですか。15年ぐらい見つかってないってことはもうそれしかないかなとは思います。そうね。もう今から現実見たって辛いだけじゃない。そうですね。そうちょっと目を背けようと思うので。そうずっとそれでいいと思う。それもね結構豪快な生き方の一つだと思うよ。かっこいい。ありがとうございます。じゃああなただけのヤマピーを見つかることを祈っております。ありがとうございます。俺たちはいつで。じゃあこれ全然ヤマピーじゃないわ。ヤマピーよ。これヤマピーじゃない。もう片方いるの。これファンタスティポじゃなかった今。それは違う。あ、違った？修二とアキラをちゃんと。やってた。やだもう信太をプロデュース。ヒロです。ヒロさん。ヒロさんおいくつ？ちなみにお答えしたくないんだったらしなくてもいいけど。30代半ばです。半ば。じゃあもう同年代。大体同じぐらい。本当ですか？本当にそう。あ、すごいよかった。私福田明日香と同い年。モーニングそう初期面ね。最初いなかった人。モームス大好きだったんで分かります。じゃあ大体同じぐらい。そうですね。あ、よかったよかった。どうしたのそんなあなた。独身でらっしゃる？独身で、しかも彼氏もいなく、て合コンとか飲み会とか行って。で例えばじゃあちょっと盛り上がってじゃあ1回ご飯食べに行こうで1回ご飯食べに行きます2回目以降がなんかまた行きましょうみたいなでもそれで結構終わりなパターンで2回目以降がなくておかわりがないってことねおかわりがなくてその次の会に誘われないっていうお話ですかそれともそうなんです自分から誘ってもあれなのかなんかまた行きましょうみたいななんか来月とか行きましょうとかってなっても、そうだねってこう、LINE 上では盛り上がっても、結局なんかこう消滅というかそうねあれはこれはね水商売の鉄則なんですけどご飯食べの日程はその時その瞬間に詰めなければいけない。じゃあ何日の何時からっていう
ここに行こうねっていう。やっぱりいつか行こうねはね。いつか行こうねは絶対に行かないから。そうなんですね。鉄則なんですよ。でそこをなんか変に待っちゃダメだと思う。なんかその日程を詰めるの。あなたの方からも全然じゃあ何日が空いてるんで何日どうですか、もしくは何日いくつか候補出したりして、もう向こうにこうガッガッガッってやって。でね、あんまり飽きすぎたらいけない。来月って結構遠いから2週間かな、3週間ぐらいじゃない？しんどいんだよね。でも2週間の方がちょっと早くねってならない？本当？まあ本当にいい感じだったらあるよ。そう盛り上がってるんだったら。ただそこがまだ温度感が分かんないと2週間後またってまあでも2週間から3週間後。そうね、まあそんなもんや。そんなもん。社交辞令みたいな感じで、だからなんだろう、こっちから誘ったらなんか重いみたいに、なんか社交辞令みたいなこいつ重いと思われるから。いくつだと思ってんの自分のこと。もう全然こっちからいいの。だってもう待っててこうほいほい寄ってくるやん。19、20歳ある前に。じゃあもう来週行こうとか、そう再来週この空いてるみたいな。この時間、この時間、この場所、ここに行こう。そう。わかりました。ぐらいの方がね。ね、じゃないとその中でポンポンポンって話が進むんですよ。そうしたら向こうはもうイエスかノーかでしか答えられなくなるから。選択肢を与えるの。あ、わかりました。ふわっとだとやっぱ向こうが日程もあれも決めなきゃいけなくなるからちょっと億劫かなと思われちゃうとあれだけど、こっちからそこまで指定すれば。1回目の時にもうすでにご飯食べながら、そのご飯、このご飯美味しいね、普段どんなの食べてるのって話もするわけじゃないですか。うまいですね。そしたらあそこのご飯美味しいんだよみたいな話になるわけじゃないですか。うまいですね。その流れでそのままポンポンポンとか、私も行きたい、連れてってっていう話うまいですね。できるはずなので、その流れで、じゃあ例えば2週間後のこの日空いてるんだけど、だからそのもう最初のご飯の時に次どこで食べるかっていうのだけ決めといて、あとは日程と時間をフィックスする。もうね、私はもうその場で決めちゃう。すごいのね。ポポポポって決めて、予約入れとくねって言っちゃうもん。ガッツグから。まだそのくらいの方がねいいかも。だってもうそういう年だもん我々。そう年齢的にもあんまりこうガツガツいくとなんかこいつ思うみたいな。思いはない。思いはないけど、がっついてくるなと思う。ちょっともうガッツく感じで。そうだよ。もう小娘には出せないガッツキを見せるようになったよ。ガッツコ同年代。